フィッシャーズシュグです。マサイ。今一度警笛を鳴らしていきたいという動画でございます。これは言っておかないとというのがありまして、まあ話題にもなってるのでっていうので、まあ言っていこうという動画でございます。要するに視聴者さんとか見てる人に投げかけたい、話題がありますよということですね。ネタ動画とかそういうチャレンジ系ではないですよという、だから皆さんにちょっと今一度見つめ直してもらいたいなという内容の動画でございます。なんかハッピーな話題に対して、わーわー言うことはまあ、あるよね。結構そのコメント欄とか X とかでも。俺のやつではたまにあったね。アルファードの動画とかでめっちゃよく見たのは、俺あんまりさ車のこと詳しくなかったんだけど、ザンクレって出たザンクレアルファードみたいな。そう、ザンクレアルファードみたいなネットミームみたいな。そう、ネットミームみたいなやつでザンクレアルファード、ザンクレアルファードって言われてて俺全然そういうの知らなかったからそう、そういう言葉あんだなみたいな、でなんか下取りをなんか考えて先に買っとくみたいな。そうそう、その制度によってまず人によってなんだけど、そうだよね。ザンクレ自体は別に絶対悪ではなくて、そうそのお金ないけど無理して買ってちょっと生きってるやつをザンクレアルファードっていうみたいなで、アルファード買って生きるみたいな。いいのに。そう、細かく言うと利子が高いんですよ。そうなんだ。でそれを見ずに行っちゃえっつって、まあノリと勢いと若さで言ってるのがなんかちょっとそれでザンクレアルファードって言われてるらしいのよ。いいじゃん。でもまだ夢を変えるのはいいことですからね。まあそこまで頑張ったのであればいいと思う。いいじゃないですか。なんかそれでなんかザンクレだろザンクレだろみたいなことを俺らのその動画でも言われたの。そうなんだ。そうなわけなくない？かっけえな。なんかあいつ筋トレしに来たぞこの辺。めっちゃ普通に撮ってんだよ。めっちゃすっかり忘れててさ、筋トレしに来ちゃったんだけど。マジごめん。お前も来るか。おいでごめん、普通に撮影してんだよ今。だよね。邪魔したわ。ごめん。全然いいんだよ。全然いいんだけど。入っていこう。全然いいんだよ。そんなことある？お前も車買うか。いやネタ動画ではなくてちょっと警笛を鳴らしていきたいよねっていう一個の動画だったんだけど、その前になんか思い当たる節ありますかっていうのでなんか話題になって、で俺が最近車買ったからそれでコメント欄でザンクレアルファードって言葉ができたから、それねあんまり俺知らなくてなんだそれってなって、そしたらそのまあ下取りを考えてまあ利子が高いけどノリと勢いと若さで買ってしまうことをザンクレアルファードって言うんだよみたいな話をしてた。そういうサービスあるよね。そう、シルクはなんかちょっとわかんないけど、そういうイメージ持たれんのかね。もう分かんないけどね。普通に買えるでしょって思うんだけど。申し訳ないけどね。まあ単純にそれはネットミームがそうまあね、言いたかっただけなんで、でもね、ものすごい量来た。本当にそう結構びっくりするぐらい来てる。この人はエグゼクティブ余裕やで。ほんとそのぐらいバー来てたから、ちょっとそこに対してはまあね、軽く大体一括で買うタイプだよね。そうなんかね。しかも俺はあんまり分割しないし、まあ分割するべきところはするけどっていうのはもちろんあるんだけど、まあ一個言わせてもらうとその内容ではないっていう今回は。違う。車の話もあるけど、それではない。今日話したことは。あれじゃない？ヤマトの。そう正解です。正解だ。来た。盗撮への注意。いやそうだよね。盗撮について今日はちょっと話したくて。なるほど。話しましょう。これについて私非常にブチ切れております。俺です。日常でね、これに関してはシルクに関しては奥さんもね活動者だから、そうよ。いろいろ大変なこと多いだろう。じゃあうなほん一言じゃないもんね。まあそうなのよ。今回ねちょっと盗撮について僕お話しさせていただきたいんですけど、3個ぐらいねお話あるんですよ。多いな。多いでしょ。ちゃんと3個ぐらいあって、まだね演者やってるのもあるしっていうのもあるから、まだこう撮られるのはまあいいんですよ。それはね写真撮ってくださいって言ってくれた方が気持ちがいいし、そういう人に対してはやっぱりしっかりとね対応したいなっていうのもあるんだけど、まあもちろん時間とかのあれがあって、どうしてもね対応できない時はあるからね。スケジュール上ちょっと対応できない時とか、まあ駅構内とか空港とかで人がガッてなってっちゃうとまあ危険だし、周りにも迷惑が及ぼしちゃうよって時とかは俺は結構拒否ったりするのよ。狭い通路とかね、そういうところはごめんねって言ったりとかするんだけど、できれば俺は対応してあげたいっていう派ではあるんだよ。まあうちはね結構比較的取る方だと思う。取る方ではあると思います。全然いいよって言って、じゃあちょっと一
っぱいいるから全員でギュッとして1個のそのカメラでパシャッと撮って後でそこで回してくれ、ちょっと俺ら行かなきゃいけないからみたいなので対応する時とかあるんだけど、やっぱ盗撮でこうやって撮ってくるやつに関しては、まあ、気持ちよくはない。先にね正直に話すけど、もう分かんねえこっちからするともう撮っとるやんっていう、でこの間いたのが俺らの撮影、俺個人チャンネルであったんだけど、撮影の時にわざわざ戻ってきて動画回して、こう一くだり終わるまでその動画撮って消えるみたいな、でそれで言うとやっぱこっちねその動画を作ってるっていうのがあるから、なんかそう先に出されたりするのもちょっとまあ嫌っちゃ嫌だし、っていうのがあって、ああちょっとなーって思うことはあるね。言いたいは言いたいけどわざわざちょとまではいかないぐらいのレベルなの俺は。でもまあやっぱやめてほしいはやめてほしいっていう、あんま気持ちよくないよねっていう。まあすごい数やられてきたからちょっと諦めてるまでもある。まあそれはある正直ね、ガチだ個別で対応するとキリがないっていうのはまあそうだね。でまあそういうのもあったと。でこれ結構よくある話のエピソード1だったんだけど、でエピソード2に関してはこれディズニー行った時だったの。そうディズニー行った時に俺家族で行ってたの。そう俺と奥さんと子供で行ってたんですよ。でその時はまだねチルク君が生まれてなくて、ターキーレッグ食いながらちょっとこう花火なんか見てたの。花火上がるじゃん帝国になるとね。で見てたんだけど、そしたら明らかにこっちに向けてこうやって撮ってるやついて、でそれがねまあ多分俺らのこと撮ってんだと思う。俺と奥さんのこと撮ってるんだと思う。それはまあ許せたの、まだね、まだそこはいいと。けど子供が映ってんのよ。久しぶりにされてちょっと切れちゃって。まあそりゃそうだな。そう携帯見せてって言って、携帯見せてもらって画像撮ってるって今写真撮りに来たりとか顔見に来たからちょっと気になって、俺とか奥さんまだまあいいけど、子供をさすがに撮んのは違うだろう、でちょっと消してって言って消させたりとか、まだね今言ってくれと、写真撮るならもう全然言ってくれて構わないから、でただ子供だけはもう本当にやめてくれって言って、もうその時点でもうこれいつか言わないとなって思ってたのよ。俺おかしくなってくぞと。でもう何でもかんでも動画回せ写真を撮れみたいな状況になっちゃってるから、最近これ絶対言わなきゃいけねえなと思って、これに関してはもうブチ切れるところの話じゃないんだけど、俺とまあそこ奥さんと子供でまあ言ったら子育てサロンみたいな、まあちょっとこう子供を遊ばせられる場所みたいなところにこうちょっと連れてってあげようよ。でやっぱお友達とかもさそこでいるから、その同年代ぐらいの子たちと遊んでちょっとなんかこうねいろんな遊びを覚えてもらおうみたいな感じでまあ楽しみに行ってたんですよ。どんぐらいとかな1時間ぐらいかな言っても。で遊んでじゃあ帰ろっかっつってまあ帰ったんです。とある報告が来て、でなんか報告来たよってなって、で俺の元じゃなくて奥さんの元に来たの報告で、何が来たって言ったらこんなんが来たって言って見せてもらったら、子育てサロンで遊んでる俺らとその子供、うちの子供ね、コルクねがインスタのストーリーに上がってたんですよ。ダメやばいなんか知らないやつ映り込んじゃってたとかじゃなくてじゃない。まあユンちゃんとシルクさんが子育てサロンにいたと。で子供可愛かったって書いてあった。悪意ない。だからもう完全にもうね取りに来てる。まあそうだね。珍しいことが起こったから取ってやろうみたいなぐらいなんだよね多分ね。でしかもそれこっち向いてるでしょ。そういやまずいなそれは。でその報告が来て、いやこんなのがインスタで上がってますと。たまたまギリギリそのコルクの顔は全貌は見えなかった。ただもうちょっと動いたら見えるぐらいのところが結構あったのよ。でなんだったらインスタのストーリーでは出てないけど、その人がそれを持ってる可能性があるの。全然顔見えてるし、子育てサロンにいた大人の中の誰かなわけ。でちなみに俺はもうこの人だって分かってる。大体分かるよ。分かるじゃん。その時にそこにいた、ポジション的にそこにいたとか、もう覚えてるから。まあね、画角で分かっちゃったりするしね。そうで我々もその画角には厳しいですから、もうすぐ分かるわけよ。この角度でこれで撮れてるのはあそこにいたお母さんだみたいな。分かるすぐ分かる。っていうのが分かってるからこそ余計腹立ってきて、これはちょっと消させた方がいいよねみたいな。一応ストーリーからは消えたんかな、みたいなことがちょっと前に起きたんですよ。でこれ結構やばいやん。完全にターゲットをさ絞った上でさインスタのストーリーに無許可で人の子供あげるって無許可名指し拡散だもん。もう頭やばいやん。何かいいところが一個もないっていう。ネットリテラシーゼロだよな。だからそれに関してはいやちょっと違うじゃんっていう。ダメだね。逆にさ、じゃあ俺がそれ同じことやったろかって感じなの。顔を見せないかもしんないけどその子をこうやってまじまじと撮るみたいな、やったろかっていう。嫌じゃん。まあダメですよね。
めちゃめちゃ気分悪いやん。僕らに関しては、俺らの盗撮とかもうちょっと一個上の段階だと思ってて、子供とか家族とか身内をなんか巻き込んでその盗撮してくるのに関してはちょっとマジでやめてください。いやもうダメですね。頑張って隠してるしな。これ多分だからシルクのまあ子供だからとかじゃないと思うんでね、やっぱその人の子供を勝手に取ってあげるみたいなのはやっぱダメだと思うし、ね、やっぱ保護をする意識がちょっと低いよな。そうなんかね、あまりにもそれはちょっとダメじゃないっていうラインに行ってるんで、そこは一回止めないと。いやマジでそうだね。まあよくさこういうこと言うとさ、そのコメントとかでさ、まあその言ってもなくなんないから無駄みたいなこと言う人いるけど、これずっと言い続けないといけないことなんじゃないかなと思って。まあそうだね。なくなんないから言わないとか、ちょっと違うなと思ってるから、その全員でなくしていこうぐらいの気持ちじゃないとダメだよね。そうだね。すごいなお前土星論なんだけどお前筋トレしに来たんだよな。俺筋トレ頭使いに来た。まさかの筋トレしに来たやつが一番ちゃんと言ってくれたんですね。ご意見番みたいな。ちょっと待って今何時これ10時ちょっと。10時半とか。10時半あと30分ぐらいで俺出てちょっとコラボしに行かないといけない。あ、そうだ、今日コラボ撮影じゃん。ご意見番。いやもうちなみに言うと今もう仕事終わったからいいよ。もう十分お話ししていただきま面白いやつやなお前。ありがとうございます。盗撮ダメだからな。仕事して帰ってった。あいつすげえ仕事してたよ。結局筋トレできず帰ってった。筋トレできず帰ってたね。僕たちだけの時はいくらでもまあそう状況さえ許せば写真とかも全然撮るんで。で逆に言うと盗撮やめてっていうのは撮るんで普通に。そうまあもちろんねそのさっき言った通りスケジュールとか時間の問題で無理な時はあるよ。それは俺らもささすがに一人の人間ではあるからね1日24時間は変わらないし。まあそうじゃない人も撮りたくない人もいるからね。そう俺らはどっちかっていうと寛容ねそうやってあげたいと思ってるから。そうだね。そこはちょっとちゃんと言ってきてほしいなっていう。でここ最近だとそういう俺らというその要はまあ YouTuber、インフルエンサーである俺らの周りも巻き込んじゃってるんで、そこまでいっちゃったらさすがにちょっと言わないとダメだろうっていうので、そこまで守ってきてるからな。俺らも怒りたくないけど怒らざるを得ないもん。てかまあ怒ってあげるのが一番いいし、でそういうやつに限って多分普段俺らの動画見てはないのよ。そうだね。で普段見てる人は結構ねちゃんと俺らがそういうのを言ってるのもあるから、やっぱやめてくれてるし、全然フィッシャーズあんま見てないよって人とかいたとしたらこの動画を届けてください。言ってください。子供取りに来るに関しても悪質極まりないんで普通に。えぐいでしょ。だしなんとなくわかるじゃんさすがに見てたら。普段カメラで喋ってるからもう言ったらさ自分がスポーツやってたら分かると思うんだけど、そろそろ自分にパス来るなみたいな時間帯って分かるよ。なんか俺のこと意識されてる気がするとか、そういうのあるじゃないですか。で俺らも YouTuber だからもうカメラ目の前にあってレンズの前でずっと喋ってるタイプの人間だから、レンズがこっちに向いてんの分かるのよ。マジで分かる。もうそういうのをねこんなんやつすぐ分かる。そうもう日常茶飯事レンズの前で喋ってるしずっと前にいるから分かるわけよね。こっち向いてんな、この角度絶対撮られてんなっての。だからそれはやめてよねっていう。まだ俺らだけならそんな多分勝ちきれるってところまでは言ってない。言ってないけど子供とか、そもそも親とかねが巻き込まれたらちゃんと俺ら言いに行くんで、俺らっていうか俺は少なからず言いに行くんで。家族はちょっとしんどいかなさすがに。そうで多分その言いに行った時は本当に逆に言うと覚悟してほしい。俺はもう詰めるとこまで詰めるから皆さん分かっといてもらえると嬉しいなと思います。お願いしまっていうす。本当そのぐらいもう喋ってても本当に血圧もねちゃんと上がっていくぐらいのボルテージで僕今話してるんで、多分今後言わないと増えてきそうな気するんで、あとそういうやつ見つけたらその人を叩くんじゃなくて俺たちに教えてください。俺らがちゃんとやるからやるんでその人を攻撃することもやってほしくないんで、それはそうね、そういうことじゃないんで、でもめんどくさくなるんで、そう報告していただければ僕らは僕らでねやれることもあるんでお願いします。お願いします。マサイもだってその家族関連で一回あったもんね。あったね。めちゃくちゃそれも裏で結局まずグループに相談してからどういう風に対処しようかみたいな、結構ねその家族全員心に響くようなそうだね投稿だったりするし、それこそうちらにも迷惑かかるような内容だったりするから、そういう取られ方してるとさ、嫌な気分になるのでね、そのドストレートで言うと倫理観ないからないですね。全くない。それに関してはうちの子供取られるのも倫理観ないんだけど、全部ね大小関わらずそまだちょもそもねっと違った感じだけど、っていうのもなんかねその時もさそういう話しようよっていう話してたんだよね。そうなんか個々人でいろいろそういう問題があったんだよ。
で会ってどっかのタイミングで言った方がいいよねっていうのがあったんで、いやもう絶対今だなと思って、そうで今話させてもらったんですけど、もうなんか多いんだよな、その自分とプラスその自分の近しい人が一緒に勝手に SNS に勝手に上げられてるみたいな、そう本当にやばいとかがめちゃくちゃ多かったんで、いやそれは違えだろっていうので話させていただきました、皆さんは本当にまずね写真撮っちゃおうかなの手前で1個考えてください。で撮ったら撮ったでその前でまた1個考えてください。これを上げていいのかダメなのか、この何か行動を起こす時に一個一個その手前で本当にいいかどうかっていうのを考えてくれると非常に助かります。大して好きじゃないやつがそういうことやるからね。そう周りからはぶっちゃけいい目されないと思います。それやった時、あの人はプライベート晒しちゃうんだって思われますよ。自分らの友人にもそういう人間として判定されるから、申し訳ないですけど心の中ではそう思ってる人間いっぱいいるんで、やらない方がいいと思います、今後の自分の周りを守るためにもだし、周りが離れていっちゃうから、そういう人から楽しんでるのは自分だけ。一緒にねこういう機会に倫理観を一緒にちょっと整えていきましょうと。もう表だって本当に表の顔で言うんだったらもう皆さんこの機会をねあれで勉強してくださいって僕は言いたいですけど、根っこからの話し方で言うと気持ち悪いっていうそうだな、気持ち悪い。今一度皆さんちょうど今ここ最近話題になっていたのでっていうのもあるし、ちょうどタイミングで俺らも話せるなっていうのがあったんで、皆さんやめてくださいね。やめてください。はい、ということでここ最近ねメイン動画がちょっとまばらになってきてはいると思うんですけど12月来年1月とかも含めてちょこちょこ更新頻度を上げていこうかなと思ってますんで、またそうだね、1個報告できる内容もあるんですけど、また今度させていただきます。ちょっとそれに関してはちょっと少し残念な内容にはなってしまうと思うんだけど、あえて言えば楽しみが1個増えるという捉え方をしてもらえると思う内容の報告なんで、また今度それはお話しさせていただきます。ということでね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。はい、ストップ、盗撮。それではせーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セカンダリーゲームチャンネル X インスタグラム他にもまだまだいろいろあります。チャンネル登録グッドボタンよろしくね。せーの、アデュー。